こんにちは、サバです。ゆきちゃんです。ようこそ来てくださいました。そしてチャンネル登録本当にありがとうございます。大変励みになっております。今回はお内薬局漢方茶ダイエットよりマイナス17キロ減に成功した石川くんこと石ちゃんを、お迎えして配信を進めたいと思います。それでは早速参りましょう。冒頭から告知なんですけれども、なんと9月の28日日曜日17時よりいよいよおな薬局チャンネル初ライブ配信開催決定いたしました。こちらの方もご覧いただけるとありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。石ちゃんもよろしくお願いします。任して。私たちおな薬局チャンネルは沖縄から配信しております。今回は全8回にわたって、6回目なんですけれども、沖縄あるあるを中心にお送りしてまいります。もちろんダイエットのお話を絡められたらと思っております。万が一不快になられたらご容赦の方お願いいたします。よろしくお願いいたします。今回はですね、もう8月の17日日曜日も内地ってこう前回やりましたけど、本土の方ではもうお盆のシーズンなんですけれども、沖縄の方っていうのはどうなんでしょう、行事にはお金を惜しまないっていうのは本当なんでしょうか。惜しまない惜しまないって意味があんまりわからないけど、ね。もうお金はもうかけるだけかけちゃう。いや必要な分だけ。これが高いか安いかよくわからんけど、わからんけど、やっぱり祖先があって自分があるっていう。まあ多分内地も一緒だと思うんだけど。いやー、わからないっていう表現もアバウトでやめません。大体どれぐらい一家でかけるんですか。知らん。だからお歳暮とかお中元とかやったら石ちゃんどれぐらい。俺基本お米5キロのお米しか買わんから。確かに。要はあげて相手が喜ぶもの。俺は安いのよりはやっぱり1年に正月の挨拶とお盆は祖先の挨拶だから持ってって相手が喜ぶのを俺持ってきたいと思う。自分がもらっていいと思うのを俺持ってきたい。ただ安いからいいじゃなくて、だからそういう考えしてたら3万とか4万とか行くんですね。行きます。なんやかんや言いながらゆきちゃんはどうでしょう。ゆきちゃんそんなになんかって感じです。俺も常に米でもだから一番高いのから持ってくる。要は相手ちょっと膨らませて変な話、このなんていうかね、ご先祖様っていうのを沖縄の方ってとっても大事になさるんですよね。そうですね。俗に言う皆さんも調べていただいたら分かる門中ってあるんですよね。お墓を守る。これ門中の方々はまた結構お使いになるんでしょうか。門中はだから門中で男いくらっていつもお金集めてるんで、その中で門中のお墓とか必要経費を身内から皆さん徴収してるんですね。男いくらって決めて。おいくらなんですか。知らん。俺聞いてないけど、ただそれで一応ちゃんとやってて、多分維持費は回収とかあればその積み立てを毎年男一人いくらってやって集めてる。つまりあれですね、いきなりボンと出されても日々の生活があるので、皆さんちょっとそういうのを意識しつつ、沖縄のお盆はちょっと年々何でしたっけ、旧盆の旧盆でちょっとカレンダー変わるんで、今年は確か9月ぐらいかながお盆なので、なんか3日間ぐらいやるんですけど、1日目が何でしたっけ。運慶。お迎えするっていうことですね。お迎えが重視でお迎えますと。混ぜご飯の炊き込みご飯のような形で、まずはご先祖様をお迎えする初日がございます。はい。で2回目は中日で、はい。で送る時はうくい、うくいに紙のお金。はい。ちょっと持ってこう。あるんだ。これが紙のお金。これを焼いて天国でお金持ちになってくださいっていっぱい燃やすんで。いっぱいね。
多分一枚いくらだったかな、1面だったかな。決まってんだ。天国では。天国っていう話。もうなんかあっちの世界に行ってもお金の執着がね心配にならないように。私がこっちに移動して住んできたのはやっぱりオードブルってあるんですよね。あれはもう定番なんですね。あれはそうだね。オードブルってのはもう人が集まれば常に。あれよね。茶色いオンパレードってちょっとね流れを言うと、まず4月にシーミーっていうのがございます。これは何なんでしょう。あれは多分内地では3月のね、あれが旧暦で沖縄でやるから、3月の暮れになんかみんな内地も行くやん、沖縄旧暦でやるから4月ぐらいになるわけか。お墓で参りなんていうのかな、悲しい宴会ではなくピクニックのような感じをなんかおやりになるみたい。沖縄の場合、お墓の場合なんかみんなでごちそう備えて、このごちそうをみんなで食べるっていう。サバちゃんがこの沖縄に来て一番大変なんだろうなっていうのはこの例のこのウークイ運慶、このお盆の時に皆さんやっぱり相当お金がかかるみたいで、これがもう一応この1年の中でピークって言ってよろしいですか？そんなに？いやこの男性陣はそんなにって言ってるのもみんなね女子に任せてる。そう女の人は準備とかさ、時間すげえ取られてるよね。女の人は多分大変だと思うけど、中身汁っていうのもあるんだけど、これもなんか女性陣がもうこの3日間に気合を入れて仕事も休んで一応この今年度の沖縄のピークが終わって、そしてまたお正月に向けて皆さんコツコツと、これコツコツっていいキーワードですね。またなんて好きですね。コツコツ好きやね。お金を貯めていくっていうんですか。この時にまたご予算を。コツコツ僕はダイエットするとか。そうね。とにかく沖縄ちょっと変わったガツガツ使う。いやあとはどうなんでしょう、飲み会に遅れるのは普通。きっちりもいいけどだいたい皆さん遅れてくるのに対して沖縄県外から来られた方は何なんだと思うかもしれないけど、これはもう普通と考えてよろしいんですか？はい。っていうか俺は遅れないでしょ。はい。多分昔の先輩方が遅れてるからそれが普通に当たり前に感じてただけで、僕は普通じゃないと思ってるんだけど、僕は普通に行くけど、友達は普通だっていう人もいる。だってどれぐらい遅れるんですか？いや普通に30分とか1時間別にだから内地の人って揃ったら飲むやん。はい。着いたらすぐ飲む。そう待たないよね。待たない。沖縄と待たない。俺が着いたらすぐ注文ビールつって勝手に注文して勝手に始める。これが沖縄の多分飲み方。確かにカルチャーショック受けるかもしれませんけど、もし転勤等でね沖縄に来られた時時間がね例えば19時から集合って言って1時間遅れるのはザラなんでびっくりなさらない方がいいかもしれないし。渋滞にはまったらもう動かんから車全然ね。だからかな。じゃああれなんですね、飲み会に何時間でも遅れようが皆さん気になさらないっていうことですね。そうだから俺がもう会いしても、例えば7時に集合ってやるやん、7時に準備するんだよ、だから来るのは1時間後ぐらい、自然と8時になるとそうだから7時集合って言ったら7時から準備するんだよ、これがちょっと頭おかしいかなと思うけど。いや時間の流れのねもう皆さん本当ゆっくり過ごされてるんで焦らない方がいいです。コツコツキーワード、そして焦らない方が考えましたね。好きですね。いやこれはこの後じゃあ展開としてはゆきちゃんも漢方茶ダイエットの説明、コツコツと入れてください。さっきのキーワードもお願いいたします。ダイエットをすればそのうち痩せるよ。焦らない方がいいです。焦れないけどね、焦っても結果出ないしね。漢方茶ダイエットはもう本当にゆっくりと体重減で今もう8月に入りましたけどモニター企画も順次進んでますけど、やっぱ皆さんも何も考えずにただ単に運動もせずに飲んでます、でも平均だいたい 1.8、
運動もせずに食べてるんですよ。それでね、なんかこう気軽にやってらっしゃる。まあ確かに5キロとかね、やっぱ1ヶ月7キロぐらい目指してるって言ったらちょっとね、7キロはちょっとね、リバウンドもあるんで、私たちの路線にも合ってないのかなと思うんですけど、健康をねベースにしながら、ゆっくりこんなにたくさん食べながら。さっきこの収録の前にゆきちゃんがオリオンビールのドラフトがないって言って並べたんで、せっかくなんでこれでした。これもうサバちゃん一番大好きなお酒です。とっても美味しいんで。落としてしまいましたけど、また。本当だ。サンピチャ。沖縄に来たらサンピチャ。サンピチャ。ポッカメっていうね、やっぱり。ぜひね、来られたら、せめてこのお酒飲めない方もこのサンピン茶、ジャスミン茶みたいに美味しいので、ぜひご賞味いただけるとありがたいと思います。皆様、そろそろお別れする時間がやってまいりました。また次週も楽しみに配信頑張りますのでよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。よし、終わった。飲みに行こう。まだよ。